工房の型紙のナンバー10ボリューム袖ブラウスです。今から裁断と縫製をしていきますので見てください。今回使う生地はリバティのマロリという生地を使っていきます。このデザイン向いている素材は綿麻のブラウス生地であればだいたいいけると思います。それでは、裁断図通り、レシピの裁断図通り裁断をしていこうと思います。ここは輪に取っています。柄に方向があるので、上下をこう混ぜずに一方方向で裁断していきます。襟と見返しは荒立ちにしておいて接着芯を貼ってから裁断をしていきます。荒立ちした布に接着芯を貼っていくので接着芯を裁断していきます。接着芯を裁断しました。荒立ちした布に接着芯を貼ってきたのでこれで型紙を折って裁断をしていきます。まず最初にアイロンで裾や袖口を折っていくんですけども、折りやすいように印をしてから縫っていきます。裾も袖口も1センチの三つ折りなんですけど、まずは2センチに折ってそれを半分に折っていきます。それでちょっとこうカーブしているところは折るとこう余り分が出てくるので、後から余ってきそうなところはミシンでぐし縫いをしていきます。まず印を全部つけていきます。4センチでつけます。
これが袖です。前裾はカーブしているので、粗い縫い目で裾を縫っていきます。下糸も長く出して7、8ミリのところを縫っておきます。最初と最後は10センチ程度長く糸を残しておきます。袖口もカーブの部分のみ縫っておきます。後ろ裾も脇あたりだけ縫っておきます。これで左右ともに縫ってください。先ほど印をした4センチの位置に向かって布端を折り上げていきます。少し余る部分は上糸のみを引いてください。2センチで折れたらこれを半分に折ります。これで1センチの三つ折りができました。後ろ身ごろも袖口も同様にして折っていきます。後ろのボックスタックの縫う位置に印をつけていきます。3センチ幅で長さが上から12センチの位置に線を引いていきます。印をしたのでここを縫っていきます。後ろのボックスタックを縫います。ボックスタックで縫ったところをタックの奥を潰すようにして中心を合わせてアイロンをかけていきます。
ボックスタック部分に 0.5 センチのステッチをかけていきます。これはチャコなどで書いておくと均等な幅のステッチがかけられます。肩を中表で合わせます。1センチ入った出来上がりの位置で端と端が合うように合わせていきます。肩を1センチで縫います。肩線にロックミシンをかけます。肩の縫い代を後ろに倒します。次に袖をつけていきます。まずは袖山のギャザーを入れていきます。粗い縫い目で7ミリと 1.5 センチ2本縫って上糸を引いてギャザーを寄せていきます。ギャザー止まりよりも1センチ長くしておくとギャザーが安定します。下糸も長くしておきます。最初と最後は10センチずつ下糸も上糸も長くして縫っていきます。袖を合わせていきます。袖山ギャザーを均等に合わせて合い印を合わせながら袖と身ごろを中表で縫っていきます。ギャザーは先ほど縫った粗いミシン糸を上糸のみ引いてギャザーを寄せていきます。下糸を引かないように気をつけてください。下糸を引くと目がつんで引っ張れなくなってしまいます。ちょっと多めにギャザーを寄せておいて、これで合い印を合わせながらギャザーを均等に入れていきます。ギャザーが均等に寄るように目で見て整えていきます。
袖を縫っていきます。アームホールにロックミシンをかけます。アームホールの縫い代を身ごろ側に倒します。倒す時には身ごろ側のこの形にしておいて、縫い代を倒してアイロンのコテを袖側になるべく当てないように縫い目をアイロンをかけていきます。袖ぐりの身ごろ側に1ミリのステッチをかけていきます。脇から袖下を縫います。袖口の部分はゴム通し口は縫わないで開けておきます。袖下から脇にロックミシンをかけます。袖口のゴム通し口の部分は縫い代を割らないといけないので、ゴム通し口よりも上側を5ミリのところで前側のみ切り込みを入れて、この部分だけこう割っておきます。これで端からロックミシンをかけます。見返しの肩と端にロックミシンをかけます。脇と袖下の縫い代を後ろに倒します。
袖口のゴム通し口の部分は縫い代を割ります。袖口の三つ折り端を1ミリで縫います。袖口にゴムを通します。ゴムの長さは30センチなんですけど、人に合わせて長さは調整してもらってもいいです。ゴムを切って入れるとスポッと抜けたりしやすいので、ゴムは長いままで印をつけておいて、これで入れると抜けることがなくて良いです。ゴム通し口から入れていきます。これで印をしたところで切ります。とりあえずここは待ち針で留めておいて、一応ぐるっとねじれがないかだけ確認してから閉じていきます。2センチ重ねてミシンで縫うか手でかがっても良いです。ちょっと今回は手でぐるっとかがります。これでゴムが入りました。前身ごろに見返しをつけていきます。上端の部分は襟付け止まりから直角に折りて1センチの縫い代で縫うので、こう書いておくとこの位置を間違わずに縫えるのでいいと思います。見返しを縫います。上端は襟付け止まりからカクッと縫っていきます。見返しを返していきます。まずは切り込みと縫い代カットをしていきます。縫い代カットはこの角の部分を斜めに、角のところ3ミリぐらい残して斜めに切ります。これで薄く仕上げることができます。あとこのカクッと縫った襟付け止まりの部分は角に向かって切り込みを入れます。これ角ちょうどに切り込みを入れないときれいに返らないので、ためらわずチョキンと切ってください。糸は切ってはいけません。
これで見返し側ではなく表身ごろ側に縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけていきます。この1ミリ見えるようにアイロンをかけることで裏が1ミリきれいに控えることができます。角は目打ちできれいに角が出るように出していきます。この襟付け止まり部分は切り込みを入れてこうカクッと出るようにしておいてください。これで見返しを1ミリ控えてアイロンで整えます。このラインはまっすぐになるようにアイロン台に置いてください。裾の部分はもう1センチで最初に1センチの三つ折りで折っていたので、その続きになるようにアイロンで整えてください。見返しの肩と身ごろの肩の縫い代同士を合わせて閉じます。ロック目の5ミリのところを一緒に縫っていきます。これで次に襟ぐりもこうバラバラにならないように5ミリで閉じておきます。裾の三つ折り端を1ミリで縫っていきます。最初にアイロンをかけていたんですが、脇の部分はつながりがいいようにもう一度アイロンで整えてください。前端から縫っていきます。ちょっと捨て縫いをしてから襟を作っていきます。まず表台襟の付け側を1センチで折ります。2センチに印をして布端を
2センチの位置に合わせて折ると1センチできれいに折れます。次に裏返りと合わせて襟の外回りを縫っていきます。このカーブの部分が左右なかなか対称になりにくいので、型紙を当ててカーブを描いてから縫っていきます。襟周りを縫っていきます。周りを縫う時の縫い始めと縫い終わりはこの折り目のとこから縫うので1センチは縫わないで開けておきます。襟周りをカットしていきます。5ミリでカットしますが、小丸の部分は3ミリぐらい細くカットしていきます。表襟の折った部分に両面テープをつけていきます。これで縫い代を割ってひっくり返していきます。これは料理用の綿棒です。細かい部分が割れるので結構便利に使えます。小丸の部分は親指でこうやって押し出します。目打ちで整えながらきれいな丸にしていきます。少しだけ裏襟を控えながらアイロンをかけます。襟と身ごろを合わせていきます。裏襟と裏面が合うように合わせます。あとこのカクッと縫った角と台襟の端がピタッと合うように合わせて留めていきます。
襟をつけます。最後になる部分はずれやすいので2センチだけ先に合わせて縫っておきます。ぴったりとカクッとなった角と台襟の先が合うようにセットします。縫っていきます。襟ぐりの縫い代が少しかさばるので3ミリぐらいカットします。これで裏襟の裏に貼った表襟の裏に貼った両面テープを剥がします。縫い目の上に折り目がくるように合わせてアイロンで接着していきます。襟外回りを縫っていきます。ボタンホールを開けます。
完成です。ボリューム袖ブラウスが完成しました。このデザインは肩幅32センチとだいぶ肩の内側に入っているので、ボリュームな袖でもそんなに大柄に見えず、逆に肩幅が入っていることによってちょっと華奢な雰囲気に見えるようなブラウスになっています。あと袖口はギャザーなんですけど、ここはゴムなのでちょっと炊事をしたりとかも楽なようにということでゴムにしています。と後ろにはボックスタップがあるので、こう動きやすいように設計もしています。無地で作ってもこんな風にリバティの生地で作っても可愛らしいブラウスなので、皆さんもぜひ作ってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。